昨日、あなたの家族の声でスマホに電話がかかってきたとするのだ。お母さん、事故を起こしてお金が必要なんだ。その声、本当に家族なのだ。実は AI が3秒の音声サンプルから完全に再現した偽物かもしれないのだ。3秒の音声で家族の声が複製される？それって SNS に動画を上げてるだけでもう材料が揃ってるってこと？そうなのだ。今日は流れ作業のように量産されるサイバー詐欺の実態を解き明かすのだ。なぜ犯罪者は常に被害者より一歩先を行けるのか、その構造的な理由がある。最後には日本の生活者が今すぐできる具体的な防衛策もお伝えするのだ。まずサイバー詐欺の規模から見てほしいのだ。日本の警察庁によると、2025年のサイバー犯罪被害額は年間2300億円を超えたのだ。これは1人当たりに換算すると、被害者平均で約14万円が消える計算なのだ。でも本当の問題は、被害額じゃないのだ。被害額じゃないって、じゃあ本当の問題は何なの？数字だけ見れば確かに深刻だけど、それ以上に何かあるってこと？本当の問題は、速度の非対称性なのだ。防御側がパッチを当てるより、攻撃側が新しい手口を開発する方が圧倒的に早い。昔の詐欺師はメールを1通作るのに30分かかっていたのだ。今は AI が1秒で1000通のカスタマイズされたフィッシングメールを生成できるのだ。1秒で1000通。それって攻撃コストが 99% 以上下がったってことじゃない。もう、仕事として割に合いすぎるわね。そうなのだ。経済学的に見ると、詐欺師はまさにスタートアップなのだ。昔は国際的な詐欺をするには多言語人材を雇う必要があったのだ。今は AI がリアルタイムで完璧な日本語に翻訳してくれるから、ルーマニアにいる詐欺師がゼロコストで日本語ネイティブとして振る舞えるのだ。これは実は日本にとって特別深刻な話なのだ。日本語の壁が今まで詐欺師の参入障壁だったからなのだ。ちょっとわかりやすく例えてみるのだ。昔のフィッシングメールは日本語が怪しすぎてすぐわかったのだ。お客様の銀行情報が危険ですます。今すぐクリックしてください。みたいな感じで。でも今は本物の銀行からのメールと区別がつかないレベルになってるのだ。じゃあ今はなんで見分けるの？怪しい日本語かどうかがもう使えないなら、普通の人にはもう判別できないじゃない。だから犯罪者は今、3段階の AI 武装をしているのだ。第1段階は、言語の完璧化。これはもう終わってる話なのだ。第2段階は、個人情報の組み合わせ。SNS から名前、勤務先、最近の旅行先、友人関係を収集して、丸。3、先週の京都旅行楽しそうでしたね。という書き出しで始まる完全オーダーメイドのフィッシングを送ってくるのだ。それって、公開してるインスタや X を見てるだけで、犯罪者にカスタム詐欺を作られる材料を提供してるってことよね。鳥肌立ったわ。そして第3段階が、冒頭で話した、音声クローン詐欺、なのだ。これが一番やばいのだ。エレベンラブズやコキ TTS のような音声合成 AI は、3秒から10秒の音声サンプルがあれば、その人の声を完全に再現できるのだ。子供が YouTube に動画を上げている親御さんは今すぐ聞いてほしいのだ。子供の声のサンプルは、もう公開されているのだ。ちょっと待って、それ逆じゃない？犯罪者が本人より高品質な、本人の声を持てるってこと？それはもう、声で本人を確認する、という前提が崩壊してるわよ。まさにその通りなのだ。銀行の声紋認証も、家族への緊急連絡も、声だけでは本人確認できない時代に入ってるのだ。欧州のセキュリティ研究者が最近指摘したのは、防御側は証明しなければならないが、攻撃側は一度でも騙せればいい、という非対称性なのだ。これが犯罪者が常に一歩先を行ける構造的な理由なのだ。そしてこの話、日本のキャリアと雇用にも直結するのだ。ここまでをまとめると、AI が詐欺コストを 99% 削減したことで攻撃が爆増し、日本語の壁が消え、音声まで偽造できる時代になったのだ。ではこれが日本人の仕事と生活にどう直撃するのか、見ていくのだ。日本のキャリアへの影響から話すのだ。今、企業のセキュリティ担当者の求人が前年比 40% 増えているのだ。平均年収は680万円から820万円に跳ね上がっているのだ。一方で AI が進化するほど、フィッシングメールを見分ける教育係という仕事は消えていくのだ。人間の目での判別が無意味になるからなのだ。つまり、人間が頑張って判別する時代は終わって、AI で AI を止める、
フェーズに移行してるってこと、個人としては何ができるのかしら。対抗策がないと、ただ怖いだけで終わるわ。個人でできることは3つあるのだ。1つ目、家族の合言葉を今すぐ決めること。電話で緊急事態を言われたら、必ず事前に決めた合言葉を確認するルールを作るのだ。声が本物でも偽物でも、この1手間が音声クローン詐欺を完全に無効化するのだ。コストゼロで今日からできるのだ。2つ目、SNS の公開設定を今すぐ見直すのだ。名前、勤務先、顔、声が揃うと、犯罪者は完全なターゲットとして使えるのだ。特に音声が入った動画の公開範囲は絞ることを強く勧めるのだ。3つ目、せかす連絡は詐欺という絶対ルールを家族全員で共有するのだ。本物の銀行、本物の警察、本物の家族は絶対に今すぐ秘密で電話だけでご要求しないのだ。私が当事者の立場から言わせてもらうと、一番怖いのって自分は騙されないって思ってる人が一番危ないってことよね。私も正直、さっき合言葉を聞くまで自分が対策できてると思ってたわ。でも SNS 見直したら全部公開になってた。これって無防備すぎじゃない？欧州のセキュリティ研究機関が出した報告と日本の警察庁の統計を比較してみると面白い違いがあるのだ。欧州ではフィッシング被害が全体の 60% を占めるのに対し、日本では電話を使った振り込め詐欺型が突出して多いのだ。つまり日本人は特に声への信頼度が高く、音声クローン詐欺の格好のターゲットになり得るのだ。冒頭の電話の話に戻るのだ。お母さん、事故を起こしたという声。僕が怖いのは AI が本物に近づいていることよりも人間の信頼したいという心理がずっと変わらないことなのだ。技術がどれだけ進化しても愛する家族の声を疑う訓練を人間はほとんどしてこなかったのだ。犯罪者が狙っているのはシステムではなく僕たちの心なのだ。僕の正直な見方を言うのだ。この問題に完全な解決策はしばらく来ないのだ。生成 AI の進化スピードが防御技術の開発速度を上回り続けているからなのだ。だからこそ技術に頼るより人間の習慣を変える方が今は効果が高い。家族の合言葉、SNS 公開設定の見直し、せかしを疑う反射神経、これは全部今日の夜に実行できるのだ。私は今日この動画を見て、今夜中に家族グループ LINE に緊急合言葉を投稿しようと決めたわ。視聴者のみんなに聞きたいんだけど、すでに家族で何かサイバー詐欺対策してる人いるかしら？コメントで教えてほしいわ。ちなみに今日のニュースは欧州発のトピックなのだが、BBC とドイツのスピーゲル紙では報道の温度感が違ったのだ。BBC は技術的な脅威として冷静に報じているのに対し、シュピーゲルはこれは民主主義への攻撃だという強い論調だったのだ。日本のメディアがほぼ報道していないのもある意味メッセージかもしれないのだ。今日覚えてほしい数字は一つだけ、3秒なのだ。あなたの声を複製するのに必要な時間なのだ。毎週月曜は週初マーケット展望をお届けするのだ。来週も週初マーケット展望でお届けするのだ。明日は中東情勢とエネルギー価格の最新動向をお届けするのだ。チャンネル登録と高評価でぜひ待っていてほしいのだ。また明日なのだ。